はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、河野玄斗流計算。この計算法は僕がいろんな計算をしてる中で独自に編み出した方法なんですけど、つい最近インド式計算を完全網羅っていう動画を出しまして、そちらで紹介したインド式計算として、例えば 82×88、これは7216なんですけど、そういった特定の場合ではめちゃくちゃ早く計算できるんですね。ただインド式計算、裏を返すと特定の場合以外の場合では全然使えないんですよ。で、その僕が今回紹介する河野玄斗流計算、ちょっと恥ずかしいので超インド式計算っていう風に呼びますけど、超インド式計算は特定の場合以外の全ての場合において使える万能な計算法なんですね。だからそのインド式計算と超インド式計算を組み合わせて使ってもらえると、もう今後の計算人生に革命が起こります。計算人生っていう言葉はないんですけど、でその超インド式計算の方はしっかりと理論から解説していきます。でその理論がしっかりしているので、計算の方にも裏付けができて、また計算が深まると。でその計算の理論がしっかりと分かっていれば、完全網羅したインド式計算の方の理論も完璧に理解できると。そうすることによってインド式計算の方もめちゃくちゃ速くなるので、その相乗効果もしっかりと感じられるんじゃないかなと思います。ということでね、最後まで見てしっかりと演習を積んで計算をマスターしてもらえたらなと思っております。本当に僕の計算技術全て放出しているので、ぜひ最後までご視聴ください。ということで、それでは早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。今回は超インド式計算の続編ということで、まず前回のまとめから、インド式計算のまとめからやっていきましょう。このインド式計算の方は、ぜひ前回の動画を見ていただきぜひ前回の動画を見ていただけたらなと思います。まず、インド式計算は、10の位が同じかなっていうのをチェックすると。で、10の位が同じだった場合、1の位の合計が10、はたまたその他の場合に分かれると。例えば、63×67 とかだったら、10の位が一緒ですね。で、1の位の合計が10となってるので、まず、この6と6で、6×7 をしてあげるんですね。4200と、青と青で21という風になるわけですね。で、その他の方は、例えば 38×31。これは、10の位が一緒だけど、1の位の合計は10にはなっていないというものですね。これは何するかっていうと、キーワードは、全足し前掛け、後ろ掛け。ということで、まず全足しをしてあげると。1を全足しすると39に、この前掛けをすると 39×3 で117。117が立って、その0、1170になって、で、後ろ掛けの8を足してあげるので、1178っていうことがすぐわかるわけですね。これがわからない方は、前の動画を見ていただけたらなと思います。で、10の位が同じじゃないよってなったら次1の位が同じかなってなって、1の位が同じだったら10の位の合計が10かなっていう風に見てあげると。例えば、はい、32×72 は1の位が一緒で、10の位を足すと10になってますね。ということで、これをどうやって計算するかというと、まず、この青の部分の 3×7、21をしたのに赤の2を足して23と。それに 2×2 の4から04っていう風に書いてあげればできるってわけですね。こんな感じで、ある特定の場合ではすごく早く、慣れればもう本当に一瞬で計算ができるわけなんですね。これがもうインド式計算のすべて。ということで、インド式計算はある特定の場合にはすごく強いんですが、それ以外の場合っていうのは漏れてしまうわけですね。その場合にどうやって計算してあげるかっていうのが超インド式計算なんですね。ということで、超インド式計算の説明から始めていこうと思います。まずそもそも超インド式計算の理論を考えるときに 2x プラス3、3x プラス5。これ計算できますか？いや、そんなんできるよっていうふうに思いますよね。これと、これと、これと、これで展開してあげればいいと。2x×3x は 6x2 乗、2x×5 は 10x、3×3x は 9x、3×5 は15。ということで、6x2 乗プラス 19x プラス15と。こういう風になるわけですね。で、ここで飛ばしてほしい工程があって、これですね。この工程飛ばせますよね。普通に。どうやって考えるかっていうと、
x2 乗の係数はどうかなって考えたときに、2x、3x が x2 乗の係数になるわけですよ。じゃあ、x の項はどういう掛け算かなって言ったら、2x×5 と 3×3x が x の項になるわけですね。で、定数項はっつったら 3×5 になるというわけですね。だから、頭の中で、x2 乗の項っていうのを探すと 6x2 乗、x の項を探すと9たす10で 19x、普通の定数項を探すと 3×5 で15という風になると。だからこの工程を飛ばして、x2 乗の項、x の項、定数項っていう風に考えてあげればできるわけなんですよ。じゃあ、こっから超インド式計算に転用してあげると。はい。この x に10を代入すれば 23×35 がわかりますよね。20足す3で23、3×10 足す5で35、23×35 がわかるわけなんですよ。じゃあ 23×35、これ同じようにやるとどうやるか。はい。まず、100の位に対応するもの、この x2 乗の部分は10入れたら100になるじゃないですか。この100に対応する部分っていうのがここに来るんですね。2×3 で6。だから600が立つんですよね。次、この x の1乗の項、つまり10の項はどうなるかっていうと、2×5 足す 3×3 で19になるわけですよね。10と9で19っていうのはすぐできると。で、さっき立った600に19の10倍の190を加えてあげると。それは790になりますね。79になると。前回の動画で紹介した足し算と掛け算を前から考えるっていうことをやると問題なくパッとできるはずです。79っていうのが立って、最後に定数項の15。普通の15とですね。79ってやつに15っていうのを足すと、ずらして足してあげると805っていう風になりますね。こういうことですね。イメージで言うと、まず、2、3っていうので6が立つと。で、それに続いて 2×5 と 3×3 で19が立つと。ここに。で、3×5 で15が立つと。これを足してるっていうイメージですね。6と19で79になって、79と15で805になっていくと。こういうふうに前から足してるわけですね。そういったイメージを持っていただければできるんじゃないかなと思います。こんな感じで、ポイントっていうのは、100の位、10の位、1の位と順に求めていくよっていう感じ。で、そこから頭から前からどんどん足していって、最終的な結果を出してあげる。こうすることによって、めちゃくちゃ早くこういった計算も暗算でできるようになるわけですね。というわけで、実際に何問かやってみますか。例えば 42×48。これはインド式計算で一発で2016って求められるんですけど、仮にじゃあ超インド式計算を使った場合どうなるかっていうふうにやっていきます。まず、この 4×4 で頭の中で16が出てくるわけですね。これは100の位から始まる16なんで1600ってことなんですけど、16を頭の中で思い浮かべてあげると。その次に、じゃあ10の位に対応するもの。4×8 と 2×4。これで32と8合わせて40っていうようになりますよね。40。ってことは、10の位から始まる40なので、頭の中でさっきの16から40をちょっとずらして考えてあげると、足してあげて、200になるっていうのはわかりますか？実際書いてあげると、16っていうものが立ってるところに40っていうものを足してあげて、200になるわけですね。で、次、定数項の部分が 2×8 で16というわけなので、これをまた200から16、1個ずらして書いてあげればいいと。そうすることによって足して2016っていうふうになるわけですね。はい。これでインド式計算で求める方法と変わらない答えが出てきましたという感じで、じゃあインド式計算のパターンに当てはまらない問題も1問やってみましょう。例えば 52×67。これちょっと動画止めて自分でやってみてください。はい。できましたかね。これやると、まず、頭の中で 5×6 の30が立つと。次、頭の中で10の位のとこで 2×6 と 5×7。これは12と35で3512で47と。で、さっきの30立ちましたね。30と47をずらしてやるから、もちろん347っていう風に見えますね。347の後は、この14。347にずらして14っていうのを足してあげれば、3484っていう風になるわけですね。今、ゆっくり説明しながら、こうやって計算しましたけど、これ、頭の中でパパパって処理すれば、もっと早く解けるわけなんですよ。で、これは、ある程度訓練積めば、めちゃくちゃ早くなる。だから、練習してほしいですね。ぜひ、皆さんには。もう一台ぐらいいきますか？大きい数字でやってみますか？もう 97×86 めちゃくちゃ大きいですね。これもすごく簡単。9×8 で72。こ
これ 7×8 と 9×6。56と54。まあ、足し算の2桁足す2桁は、頭から計算する。56足す54は、55で10で、64で10で、繰り上がりを考慮して110。前回の動画を利用してやってもらえれば簡単だと思うんですけど、110になると。だからさっきの72っていうのがある。72に110っていうの72っていうものがあって、110をちょっとずらしてやると、1と7が重なるので、830ってなりますよね。72と110。頭の中で思い浮かべてください。830ってなりますね。830になった後に、この 7×6 の42をまた1個ずらしてやってあげると、830と42だから8342っていう風になるわけですね。まあ、こんな感じですかね。ということで、こんな感じでめちゃくちゃ簡単に暗算ね、できるようになるわけですね。ただ、ちょっと2桁足す2桁とかで、ってなって、あれなんだっけみたいな感じになるかもしれないので、そこはちゃんと修行を積んで、もしケアレスミスが多発しそうだなっていう場合は、普通の筆算で王道でやってもらえたらなと思います。そこは訓練積むか積まないかでしっかりと計算の差に現れてくると思うので、訓練積んだ方は、ぜひ計算の速さが一歩先の世界に足を踏み入れてもらえたらなと思います。で、この超インド式計算、この理屈を考えてあげると、実は、桁が増えても一緒ですよね。3桁 ×2 桁でも3桁 ×3 桁でもできちゃうんですよ。じゃあ、例えば3桁 ×2 桁。今適当に数字書いたんですけど、134×23。これどうやって考えるかっていうと、さっきの 10a 足す b と 10c 足す d の掛け算じゃなくて、100a 足す 10b 足す c と 10d 足す e っていうので掛け算してあげてるわけですよね。それはつまり、1000の位、100の位、10の位、1の位っていう風に順番で考えてあげればいいわけなんですよ。まず、1000の位は2。2000が立ちますね。で、次に100の位はつったら、1、3と3、2で、3とそれで9と。だから2000と900で2900になると。で、次に10の桁はつったら、4、2と33という風になるので、8たす9で17と。なので、さっきの2900に17を足すと。29に17ずらして書くので、307というなるわけですね。だからこれまでで3070と。あとは定数の12と。4×3 の12をやって、307に12で3082という風になるわけですね。はい、こんな感じです。だから、これを計算するときに、ちゃんと頭の方から足し算とか掛け算とかできないと結構厳しいですよね。一方で頭の方から足し算できるようになれば、頭の中で、まずこの問題で言うと、2が立って、で、次に9が立つと。その時に 1×3 足す 3×2 で9やると。だからその足し算しながら2だけ覚えておくと、29っていうのになるわけですよね。29だけ覚えておけば、あとは 4×2 足す 3×3 で8足す9で17と。だから29に17をずらして足せば307になると。で、307だけ覚えておいて、43で12。だから307覚えてるから12入れて3082っていうところができるわけですね。今説明しながらでしたけど、頭の中でパッパッパって、これ、こうで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 、これって処理すれば、すごく早く暗算できるわけですね。で、3桁 ×2 桁ができたら、3桁 ×3 桁も当然できますよね。例えば、123×456。今はまあ適当に数字書いたんですけど、これも簡単に求められるんですよ。まず、3桁 ×3 桁だから、1万の位から考えるんですね。1万の位は 1×4 で4と。4万が立つわけですね。その次に、はい、1000の位を考えるから、15と24で考えてあげると。そうすると、5たす8で13。だから、4、さっき立った4に13がずれて足されて、53っていう風になるわけですね。53。で、その次に、100の位なんですけど、100の位って3つありますよね。16と25と34と。はい。で、6たす10たす12。だから、6たす10で16、16たす12で28と。で、さっき覚えた53と28を足して、ずらして足すから、558っていう風になるわけですよ。558。まあ、558っていうところを覚えなきゃいけないので、そこでちょっと記憶力の差が出てくるかもしれないですけど、558、この3桁だけは覚えておいてください。3桁ぐらいなんでね、覚えられるのかなと思うので、558は覚えておいてください。で、覚えます。で、次10の位を足すと。10の位は35と26と。だから、
15足す12で27ですね。頭から足せば一瞬。で、さっき覚えた558に27をずらして足す。558が27。ということで、足すと5607ってなりますね。これも頭から足していくと、82の繰り上がりが見えた時点で5の部分が6になる。5607っていう風になるわけですね。あとは、はい、最後の定数項に対応する3618。さっきの5607に18をずらして足して56088という風になるわけですね。はい、こんな感じです。3桁 ×3 桁も暗算でできることが分かりました。まあ、途中で3桁の558とか、そういったものを覚えておかなきゃいけないんですけど、そこでちょっと覚えるときに訓練が必要なんですね。っていうのも、頭の中で次何やるんだっけこれやるんだ。次何やるんだっけこれやるんだ。みたいな感じで、手順があやふやだと、その手順を確認してる間にその数字忘れちゃいますよね。っていうことを防ぐために、ちゃんと訓練積んで、手順の方で何やるんだっけっていうのはもう反射的にできるようにする。そうさえしとけば、そういった数字を覚えるのと両立させられるはずなんですね。ということで、ちゃんと練習を積めば、まあ2桁 ×2 桁でできれば十分だと思うんですけど、3桁 ×3 桁とか、さらにもっと大きな数字にもどんどん訓練積めば積むほど暗算でパパパッと処理できるようになっていくわけなんですね。一応じゃあ 123×456 の頭の中で考えた手順を復習すると、まず 1×4 で4が立つと。で、次に 1×5 と 2×4。これが1000の位ですね。5たす8で13が立つ。で、この時点でこれが全部消えて53っていうのを覚えてるっていうわけですね。その次に100の位が6、16で28になる。だから28をずらして足すということで558。これがさっき覚えておいてって558ですね。その次に10の位は3、5、15と26、12の27と。だからさっき覚えた558にずらして27を書いてあげて足してあげると5607と。ちょっともう書けないんですが、36で18を最後ここにずらして書くことによって、頭で5607に18っていうのをこういう形で入れてあげると。そしたら56088が答えとして出るというわけですね。こんな感じで暗算ができるようになるわけです。ということで、今の超インド式計算の説明終わったということで、超インド式計算の理論を理解すれば、じゃあインド式計算の理論も簡単じゃんっていう風になるわけですよ。インド式計算の復習は10の位が同じだったら、例えば1の位が合計が10の場合、43×47 とかですね。これが2021になるというわけですよね。これはどういうふうに考えればいいかっていうと、まず、はい、100の位っていうのは 4×4 なんですよ。10の位っていうのが 3×4 と 4×7 ですよね。はい。ここでポイントになってくるのが、3×4 と 4×7 っていうのは、まず4が一緒で、3と7足して10ですよね。分配法則が使えると。4×3 と 4×7 合わせると 4×10 になるんですよ。わかりますか？この1の位の合計が10だからこそ14っていう風にすぐできるんですけど、これも超インド式計算で一発。この3と7でかけて、まず100の位は21、3×7 になるんですが、10の位の部分も昇格してくるんですね、同じように。すなわち 8×7 と 8×3。この8の部分が一緒で、この3と7が合計10だから、8×7 と 8×3 も 8×10 になるんですよ。10の位に 8×10 が来るってことは、8が100の位に昇格してくるというわけで、この8の部分がこの足された10によって、100の位まで来ると。3×7 の100の位、さっき出した21に対して、さらにこの1の位の8が昇格してきて29っていうのが足される。これが100の位になる。で、そこから 8×8 で64というのが後々足されていくっていうイメージですね。こんな感じでできるわけです。最後に、この10の位が同じ場合でその他の場合を説明しようと思います。例えば 39×34。これは、まず、この4を軸にして、はい、39に4、全足し43。で、前掛けするんですね、3。43×3 は129。後ろ掛けの36をずらして足してあげると1326になるわけですね。この全足し、前掛け、後ろ掛け。これをどういう風に超インド式計算で説明していくか。これちょっと工夫すれば簡単で、本来 3×3 を100の位っていう風にするんですけど、
一旦降格させて、これを3を30として見ることで、30×3 を10の位に降格させてあげましょう。そうするとどうなるかっていうと、10の位の部分っていうのが、39×3 と 4×3 になりますね。はい。39×3 と 4×3 と。これです。39×3 と 4×3 が10の位に対応するわけですよ。そうすると、10の位っていうのが、はい。39×3 と 3×4 なんですけど、この3が同じおかげで、39たす 4×3 っていう風にできますよね。これが全足し前掛けの意味なんですよ。39っていうものを10の位として見てあげると、39×30 っていうやつを10の位で考えてあげると、39×3 と 3×4。この3が同じおかげで、39と4で、分配法則的に結合できて、43×3 という風になる。だから、この4を39に足して3をかけてあげることで10の位が出る。で、最後に定数項の 9×4 をずらして足してあげると。それが後ろ掛けを足してるっていうことですね。これで、その他の場合が説明できるというわけですね。はい。ということで、こんな感じで、すべての場合、最初にインド式計算から始まり、それから漏れた超インド式計算で、その理論まで全部完璧に説明することができましたというわけですね。まあ、とりあえず計算に関して言えば、これをしっかりとやって訓練積めば絶対大丈夫。で、その訓練どういう風に積めばいいかわかんないって方は、その LINE アットの方で演習プリントみたいなのも配ろうと思っているので、ぜひ LINE アット登録して、こちらの方もご活用ください。ということでね、僕の計算方法の全てを紹介してしまったので、完全に企業秘密を漏らしてしまったみたいな感じなんですけど、まあでも、これによって皆さんの計算ライフがね、豊かなものになれば、僕の本望ですという感じですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。